안녕하세요. 저는 한국과 일본에서 음악에 대해서 다양한 일을 하고 있는 음악 커뮤니케이터 가치라고 합니다. 오늘 일본에서 처음으로 게스트를 불러서 오늘 일본 친구라고 해도 되나? 토모다치 데스よね? 네네네. 어 오늘 일본 친구와 함께 콜라보 영상을 찍게 되었는데요. 제 채널에는 간접 영상으로 나온 적이 있는 일본 보컬 트레이너 사키코 상입니다. こんにちは。어서 오세요. ありがとう 挨拶 ございます。お願いします。はい、はい。こんにちは。ボーカルトレーナーを、東京でボーカルトレーナーやっております、さきこです。よろしくお願いします。いや、さきこさん、はい。忙しいんですよね、最近。そうですね。ちょっとありがたいことに。最近、日本の K-POP ファンたちの中で、なんか話題になっていることがありますか？ちなみに韓国では、はい。全部50-50の話だから、日あ本ではないでしょう。興味ないから。あ、なるほど。うわ、そっか、そういうなんか興味の話とかは、どうなんだろうな。やっぱ今、日プすごい盛り上がってるってのは、もちろんあります。日プ。あんまりでも50-50、そんなに日本では、めちゃくちゃ話題になって取り上げられてるかって言われると、そんなことない気がしますね。では、アイリはどうですか？アイいや、リネクストの。これも、うん。なんか多分、アイリを好きな人たちうんうんうん。はめちゃくちゃ盛り上がってるんですけど、うん。そうじゃなくて、ちょっとこう、俯瞰して見てる人たちは、うんうん。そんなめちゃくちゃ盛り上がってるって感じでもない気はします。わかります。この番組はカチカチ、本当にカチカチの提供でお送り本します。当に、さきこさんのチャンネルで、僕たちが参加者の中で、ボーカルのついて優れている方によって、まず話したんですけど、今からは全体的、はい。その以外の全体的のメンバーたちのボーカルについて話をしたいと思います。まず、いや、上から話したら、今、1位、はい。心はどうですか？ココロちゃん、なんか私の中では可もなく不うん。可もなくっていうか、うんうんうん。なんか、これぐらいはちゃんとできてて欲しいよねっていうところはクリアしてるってイメージ感。確かに。技術的うん。に。だから、うん。多分ボーカルってグループの中でじゃあ11人いますと。で、そこでデビューしますってなった時のボーカルの順位的には多分そんなにめちゃくちゃ高い位置にはいない感じですね。でも、心はやっぱ僕は、はい。やっぱトレーニングを受けたので、ボーカルスタイルで悪いところはあんまりない。今、実力が、めちゃくちゃいいのではないけど、悪い癖もない、そんうん。な感じ。うん。同じですね。はいはいはい。2番のモモナちゃんはどう？ももなちゃんは、多分彼女が今までこう活動してきた中での、うん。一つ癖のような歌いはい方、はいはいはい。っていうのは、やっぱり見えるかなっていうのはあるんだうん。からそれを、例えばじゃあデビューした時にどうディレクうん。ションを受けるのかとか、なんかもうそこうん。まで正直イメージはしちゃってて。僕は今、ももなちゃんとうん。8番のなのちゃんがちょっと似ているスタイルとはいはいはい思いますけど、はい。うん。で、その中では、ちょっとだけなのちゃんが、ちょっそう。とボーカルは、できると思いますけ私もど、それで言うと同じ印象ですね。やっぱ K-POP アイドルの、うん。歌う方にはあんまり似合わないけど、歌はそこそこ、できると思いますから、はいはい。本当に、今からスタイルをうんうんうん。どのくらい、変わるのかが大事だと思います。でも、今、デビューしても、うん。全然。歌はできるから、うん。そんな感じ。私もなんか彼女に対してマイナスな印象は全くなくて、はいはい。見せ方も多分もう上手だと思いますし、うんうんうん。あとはその彼女の、なんだろうな、そういういいパートがもらえれば、うんうん。はいはい。もうそれで多分十分実力は発揮できるんじゃないかなっていう感3番のすずさんは、すずさんはじ。はい。日本でどんなイメージ？人ああ、気高いから、韓国ではあんまりそれ理解できない雰囲気です、今。なんでですか？うん。なんか日本の方が好きな、なんかお嬢様のイはい。メージ？うんうんうん。韓国ではそれがないから、でもこの彼女ってまだうん。2006年生まれなんで、すごい若いのに、はいはい。
すごくこうしっかりしてるし、最初はもっとこうぽやーっとしてる、なんかぼーっとしてる感じの子だと思ったんですけど、今回のビハインドの中で結構しっかり自分の意見があって、しかもそれをちゃんと言える子だなっていう、そういうところを、そうみんなすごく、いやもううちの鈴みたいな、最高っていう風になってるようなイメージ感はちょっとあるかな、私はっていう感じですね。姿勢がね。そうそうそう。彼女ってちなみに韓国のなんか事務所にいたっていうのって本当でなんですかね？どこだっけ。多分そうですよ。だから、今、ダンスとはい。歌も韓国でトレーニングした癖があります。うんうん。だから僕は、だから、すずさんは今、若いだし、実力も、まだ足りない部分があるんですけど、伸びることができると思うから、うん。いいと思います、実力も。はいはい。なんか彼女の声ってすごい可愛い、ちょっとはベイビーっぽいっていうかい。でもそれがこう、一つアクセントになってくれそうだし、はいはいはい。私もすごいすずちゃんは楽しみですね。次、4番のみはい。ゆちゃんはどうですか？みゆちゃん、そうですね。難しいです。みゆちゃんね、なんか、そうですね。この前の放送で、こう、りのさんにいろいろこあう、言われながら、こう、励まされながらっていう感じもあったと思うんですけど、その技術的に見たときには、なんかここがもしかしたら彼女の限界なのかなっていう、ちょっとこう、上が見えちゃってる感もありつつ、なんかちょっと見てて複雑というか、これ以上彼女が何かを見せられるんだろうかっていう、技術的にっていうのはちょっと疑問かなっていう。だからみゆちゃんはちょっとだけ、今成長しているんですけど、うんうん。でもね、やっぱこれは自分がなんか練習法をどんな形で理解しているのが問題だと思います。例えば練習を100回する人も、ちょっと同じ方で、ちょっと同じことをしたら成長できないから、例えば石井蘭ちゃんはい。ランちゃんもまだ足りない部分があるけど、ランちゃんは、今はみゆちゃんとランちゃんが、ちょっとボーカルについても似ている実力だと思うんですけど、はい。ランちゃんは、どんどん成長しているうん。感じ。ではい。もみゆちゃんは、そのままの感じがあるから、これは、やっぱ歌とかダンスとか、そんな細かい練習方法の問題じゃなくて、その前に世界を理解する方法がちょっと、難しいかも。それで慣れていないかもしれないです。だから同じ練習法があっても、どんな練習生はそれで初めて自分がいろんなことができる人もあるし、ただそれだけ繰り返す人もいるんですけど、同じ練習を本当に繰り返すだけでは成長ができないんですよ。同じことしかやらないから、同じこはいとしかはいはい。やらないですもんね。はい。だからそれは、ただするのだけ。うん、わかります。うん。練習はそれをやって、その中でいる、なんか技術の方法を探して、僕がそう。それを、取るの。うん。それが大事なのに、ただやっている感じ。ああ、はあはあ、なるほどなるほどなるほど。例えば練習をする時にも、練習をする意味を理解する方法が大事だと思います。ああ、なるほどね。そんなことが、だから今番組でも、他のメンバーたちと、そのシーンで出る姿を見ても、ただ例えばトレーナーさんがこれをやりなさいと話したら、それをただやる感じ。うんうんうん。考えなうん。いんですね、はいこう。はいはい。いろいろうん。自分なりにこう、あ、こうかな、ああかなとかっていうはい思考はいはい。覚悟のこう幅がちょっと狭くなっちゃってるっていうか。うんうんうん。うん。はいはい。だから多分、これは小さい時から練習生を K-POP の練習生をやったら、なんか人生の経験があんまりないじゃないですか。はいはいはい。その幼い時に。そんな人が、そんな子がなることが多いんですよ。ああ、なるほど。だから全部やってくれるから、うん。だから自分が
答えを探すのが難しい。うんうん。その必要がないところで育っちゃってるっていう感じですね。なるほど。だから K-POP をちょっと練習した時には、全部トレーナーさんがこれ知って、これ知って、ただするだけ。はい。でも何年かかるのに、ちょっと同じ。だからそんな感じがあるから、今は例えば、いろんな経験をするのがいいかもしれないです。うんうんうん。それはまあ、練習とかっていうだけじゃなくて、ちゃんとその人として人生の生きていく上で、いろんなものをこう感じて、受け取って、考えてっていう、そのプロセスっていうのをしっかり彼女が経験をする必要があるっていう感じです。はいはい。例えば一人で旅を行くとか、外国に、それがいいかもしれないです。今の状況では。はいはい。ちょっとそうですね。だから、その人としての深みというか。でも結局、それを見せるのがアイドルと、歌手だから、アーティストだから、自分が持っていることがないなら、結局、真似だけですから。はいはい。そっか、その空っぽ感がみゆちゃんにはあるんだ。そんな感じでした。なんかすごくこう納得する部分とか。でも、それって彼女が多分その夢を追い続けた結果でもあり、ちょっと胸が痛いというか。今はデビューする可能性も高いし、例えばね、これも簡単な話じゃないんですけど、例えばみゆちゃんが今、二次プロジェクト、コルズプラ、ここ3回目ですよね。はい。ずっとオーディション番組に挑戦するのは本当に辛いです。これは本当に。例えば、見る人たちは、いや、みゆちゃん、可愛いから、ちょっと出て、結局デビューして、それ簡単な話じゃないと思った人もあるんですけど、それ本当に後ろで見たら全然違う話ですよ。例えばね、コルズプラに出た日本人たくさんいるじゃないですか。はい。その中で、コルズプラ終わった後に練習して、今回に出たら、デビューする可能性が高い人がいっぱいいますよ。でもその人たちほとんど今、一人で、ソロでデビューして仕事していますけど、あんまり人気ない状況で、でも見る人たちは、なんでプロデュース、カルチューに出ないし、人気度ないのに一人でしているの思っているんですけど、またオーディション番組に出るのが怖いからです。出たら人気度取ってお金も稼ぐが知っているのに、いや、僕はまたしたくない。なるほど。本当に怖いから。でも、美容さんは、いろいろあるけど、ずっと挑戦しているから、僕はそれは偉いし、その力を持っているから、僕はいつか、いろんなところで、その力でできると思います、みゆちゃんは。なんかすごいぐっと応援したくなる気持ちが出てきます。そういうことやっぱ考えると。みゆちゃんもそうだし、今、他の参加者の中でも、アイコンチとかいろんなところで、またチャレンジする人が多いから、全部同じ感じだと思います。はいはい。頑張ってほしいな。では、他の人たちには、僕は、ボーカルの実力だけで見たら、44番の花ちゃん。花ちゃん。カレンちゃん。はいはい。この方なんか。ももかちゃんと、15番のさくらちゃん。ちなみに、では今、一番推しの子、推しの面がゆき？いや、すごく迷ってて。